どうも、漫画オタクのはやんです。僕、こういう活動してると、よくコメントで、そんなにたくさん漫画読んでるけど、結局一番好きな漫画って何ですかっていうコメントをいただくんですよ。で、好きな漫画めちゃくちゃ多いんで、迷うんですけど、でも、もう一番ってなると、もう一つ、もうずっと子供の頃から変わらない作品があって、それが、もうこの後ろにもあるバクマンです。もうバクマンはもう子供の頃からもう今もずっと大好きな作品で、もう今後この一番が変わることはないやろなっていうぐらい好きな作品なんですけど、あんまり動画で言ったことなかったかなと思うんで、今回はもうそんなもうバクマンオタクの僕がもうバクマンの何がいいんかっていうのを伝えようかなって思ってこの動画撮ってます。ちょっとバクマンの魅力について語るってなるともう別に何時間でも喋れちゃうんで、今回は魅力を4つ考えてきたんで、順番に話していこうかなと思います。最後の4つ目が、僕が一番言いたいことというか、バクマンを読んで一番良かったなって思うことなんで、ぜひ聞いていってください。でまず1つ目が、超転結が完璧すぎるですね。まずすごいなと思うところが、もう1話の時点でゴールを明確に示してくれてるんですよ。なので、いろいろ物語は展開あるんですけど、それでも根っこにはその一つの大きな目標があるから、読者は、今何してるんやろうとか、そういう迷子になる瞬間が全くないんですよね。だからこそ感情移入しやすくて、最終的にもうめちゃくちゃ感動できるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まだ読んだことない人もいると思うんで、あんまりネタバレはせずに行くんですけど、とにかく1話と最終回のつながりがめっちゃ綺麗なんですよ。人気作品になればなるほどファンも増えるんで、その分意見がたくさん出るっていうのはわかるんですけど、バクマンに関してはもう全員納得の最終回やったんじゃないかなと思いますね。ていうかもうこれ以外ないやろなっていう最終回で、もうめちゃくちゃ感動しましたね。それも最初に明確なゴールを示してくれてたからこそ、最終回がこうなるっていうのは分かってたし、なんなら読者もそれを目標に読んでいくからこそ、この最終回がもうめちゃくちゃ感動するものになるんですよね。いろんな漫画の最終回読んできたんですけど、バクマンはもうほんまにもう終わり方完璧やなって思います。それぐらい綺麗にまとまっているなって感じますね。はい。で次、魅力2つ目がバトル漫画並みの熱量です。バクマンはジャンルで言うとお仕事漫画になるんかなって思うんですけど、そんなお仕事漫画の皮をかぶったバトル漫画やなって思いますね。大きく言えば漫画家を目指して、夢を叶えていくっていう話なんですけど、その漫画家を目指す上でライバルがいたりとか仲間がいたりとかで、ジャンプで連載するためにライバルたちと戦ったりとか、もうその熱量はもうバトル漫画並みなんですよ。漫画にかける思いっていうのがもうめちゃくちゃ伝わってきて、もう読んでてめっちゃ熱くなれるんですよね。でまずは連載するために戦って、で次は連載が始まっても打ち切りにならないようにまたそこでもアンケートの勝負があるっていう、ずっと負けられない戦いが続くんですよ。でそのライバルとか仲間もみんな魅力的で、まず新妻英二っていう同世代の天才がいて、他にも福田新太、平丸和也、青木浩、もうそれぞれ自分の思いがあって夢があって漫画家を目指しているライバルであり仲間がたくさん出てきて、お互いに認め合って、で時にはぶつかって時には助け合う、もうこの関係性がめっちゃ少年漫画やなって思いますね。よく言われてるジャンプの三大原則の友情努力勝利っていうのがあると思うんですけど、バクマンにはもうそれが全部入ってるんですよ。だからなんかもう普通のお仕事漫画っていうよりはもうめちゃくちゃ熱いバトル漫画やなって思いますね。漫画を描くことがもうそのままバトルになってるのがもうバクマンの大きな魅力かなと思います。はい。で次3つ目が漫画業界のことについて学べるですね。さっきバトル漫画みたいに言ったんですけど、お仕事漫画としての側面もちゃんとあって結構学べることも多いんですよ。で僕初めて読んだのが小学生の頃だったんですけど、その時毎週ジャンプ買ってて、で特に何も考えずに読んでたんですけど、バクマンの中でジャンプの掲載順は人気順だっていう話題が出てくる話があるんですよ。それを見てアンケートってそんな大事なんやっていうのを初めて知って、そっから毎週アンケートを送るようになりましたね。あとはその漫画業界のことだけじゃなくて
漫画そのものについてもめちゃくちゃ学べるんですよ。バクマン読むまで僕ネームっていう単語知らなかったんですよ。ネームっていうのは漫画を作る上での下書きみたいなことなんですけど、その存在もバクマンで初めて知ったし、で漫画を描くためのペンの種類もたくさんあるっていうのも初めて知ったし、漫画の裏側に関する知識がめちゃくちゃ増えたんですよね。それもめっちゃ楽しかったですね。あとは原稿料とか、今とはちょっと違うかもしれないんですけど、1ページいくらみたいな、そういう細かい情報も知れるんですよ。普段普通に漫画読んでたらそんな情報を知ることないんで、そういうのもなんか勉強になるなって思いますね。もうアンケートがそんなに大事やったっていうのを知らなかったんで、もう子供の頃にそれを初めて読んだ時はめちゃくちゃ衝撃でした。確かに結構子供の頃好きやった作品、打ち切り作品が多くて、なんかずっと後ろの方載ってたなって記憶あるんですよ。で気づいたらなんか終わっちゃったなっていうのも結構あって、その時はまだアンケートとか全然出してなかったんですけど、バクマン読んでそういうことやったんやって気づいて、もうアンケートは出すようになりましたね。他にももっとたくさん漫画制作のこととか、漫画業界の裏側みたいなことも知れるんで、もう漫画好きな人は絶対読んでほしい作品ですね。で4つ目が漫画家、漫画に対するリスペクトを持てるということです。バクマンを読むと漫画を作り上げるのがもうどれだけ大変かっていうのがもう伝わってくるんですよ。だからもう漫画に対してのリスペクトを持てるというか、バクマンを読む前と読んだ後ではほんまにもう漫画家さんと漫画に対する考え方が変わるんじゃないかなと思います。ここから先は漫画オタクの独り言だと思って聞いてほしいんですけど、今って漫画を読むハードルめっちゃ下がったと思わないですか？昔は紙の本が普通だったから、ジャンプとか単行本とか本屋さんで買って読むっていうのが当たり前だったんですけど、最近は電子が主流になってきたじゃないですか。だから気になる作品があったらもう深夜とかでもすぐ読めるし、もうジャンプも月曜日の0時になったらもうすぐ読めるじゃないですか。これはほんまにいいことだなって思うんですよ。漫画に触れる入り口も増えて、昔なら出会えなかった漫画にも出会えたり、いいことめっちゃ多いなと思うんですけど、その一方で、漫画を読むハードルが下がった分、作品に対する言葉も軽くなっちゃったんじゃないかなって思うんですよね。アプリのコメント欄とか SNS とかを見てると、作品に対しての心ない言葉だったりとか、すごく強い批判とかも、見かけるようになったんですよ。もちろん読んで感想を持つっていうのは当たり前やし、つまらなかったって思うことも人間やから当たり前だと思うんですよ。でもその感情を読む価値ないとか、これはダメみたいな強い言葉で簡単に片付けてしまうのは、僕は少し違うんじゃないかなって思います。読者からしたらもうアプリでパパーって読んで、1話読むのに多分数分で読めると思うんですよ。でもその1話を完成させるために、作家さんはもうとんでもない時間と努力をかけてるんですよ。もうアイデア出しとかネームとか修正とか原稿とか締め切りとか、いろいろ時間かけて作ってくれて僕たちの元に届いてるんで、そんな作品に対してこれは読む価値ないとか簡単に言っちゃうのはなんか違うんじゃないかなって思いますね。ちょっとそういうの見るとちょっと悲しくなっちゃうんですよ。僕もこんだけ漫画読んでたら自分には合わないなって思う作品もあるんですよ。でもそれは自分に合わなかっただけで、その作品が好きな人も絶対おるし、その作品に救われたっていう人もきっといると思うんですよ。だから僕はその作品を否定するっていうよりも、自分には合わなかったって考える方が、作品への敬意があるんじゃないかなって思います。でこういう考え方を自分の中に作ってくれたのがバクマンなので、もうぜひまだ読んだことない人はもう読んでほしいですね。はい、それぐらい考え方とかも変わるような作品だなと思います。はい、ということでバクマン紹介でした。読んだことある人は共感してもらえたんじゃないかなって思います。でまだ読んだことない人は読んでみたいなって少しでも思ってくれてたら嬉しいです。でバクマンはもう僕の中でほんまに特別な漫画で、もうまだまだ語りたいことあるんですよ。もうキャラクターも一人一人深掘りしていきたいし、もう作中作についてもめちゃくちゃ語りたいんですけど、今回はこれぐらいにしておこうかなと思います。いつか好きな漫画トップ10みたいな動画も撮ろうと思ってるんで、ぜひ期待しててください。で最後に言ってたことはあくまでも個人的な意見なので、そういう考えの人もおるんやなぐらいで思ってくれてたら嬉しいです。はい、それではこの動画が参考になった、面白かったって人は
高評価、チャンネル登録、ハイプお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。